ご視聴ありがとうございます。今回は大出世を遂げた駅の歴史と未来に迫ります。何もなかった場所に作られた駅の苦闘の歴史と巨大駅が抱える大問題への解決策、張られた伏線に注目です。私が今乗っているのは JR 武蔵野線の列車です。武蔵野線は東京近郊をぐるりと囲む路線。府中本町から西船橋まで旅客列車が走るものの、当初の主軸は貨物列車で、府中本町から南には貨物専用の線路がつながっています。今でも貨物列車が頻繁に運行され、物流に欠かせない役割を担っています。次の駅が北朝霞駅。他の JR 線とは乗り換えができないものの、東武東上線の朝霞台駅が歩いてすぐの場所にあります。駅自体は重なっておらず、駅のすぐ手前の高架橋の下に東上線の線路があります。この駅の前後に渡り線などはなく、折り返し運転はできません。ホームに降ります。一面二線のよくある構造の駅ですが、反対側にはフェンスがあり、列車に乗り降りできません。府中本町方面行きの列車は、フェンスよりも奥に止まります。奥にある番線案内や発車案内表示器はこちら側にも表示がありますが、正面のエスカレーターから上がってきた人のほとんどは、奥へ折り返していきます。この辺りは乗車待ち禁止エリアになっています。先へと進みましょう。ホームの端が狭いのはよくある話ですが、このホームは中央でもそれほど幅が広くならず、先ほどのエスカレーターの横や、その奥のこちら向きの階段、エレベーターの横、さらに奥の逆向きの階段などの横では幅が狭くなり、乗車待ちができる場所が限られます。人が多かったので下ばかり映していますが、ホームの幅がそれほど広くないことがわかります。最後の階段の奥には、特急列車用の乗車位置目印が。武蔵野線は通常普通列車だけですが、東京近郊を囲むルートを生かして、臨時列車が運行されることがあります。そしてこの先では逆に左側にフェンスが立ち、ここを境に屋根の作りが変わります。この駅、後からホームを伸ばして上下線の停止位置をずらし、列車が止まらないところにフェンスを設けたのです。線路脇を見ると、延伸部分の向かい側だけ床面が盛り上がっていますが、何か関係あるのでしょうか。曲線半径はきつい方でも1600メートルあり、駅前後の曲線は非常に緩やかです。下しか見ていなかったので、進んできた向きに向かって右、東口を見てみます。こちら側にはロータリーがあり、映像では影になっているものの、バスターミナルやタクシー乗り場があります。右奥には東上線の朝霞台駅がありますが、ビルに埋もれていてよく見えません。一方、大体同じ場所から見た西側の様子がこちら。北朝霞駅には西口もありますが、建物が高架橋のすぐ横まで接近。バスロータリーなどはなく、東口より交通機能は劣ります。下の階層へ降り、朝霞台駅へ行きましょう。階段は地上へ降りる前に一旦終わり、反対側から来た階段と合流。その右横にはエレベーターもありますが、乗り口はこの反対側、下の階層です。通路は左右に分かれてさらに降り、地上へ到着。そして前からエスカレーターが合流します。改札を入ってすぐに逆向きのエスカレーターがある変わった構造。詳しい経緯は不明ですが、エスカレーターやエレベーターを後付けしたのが理由かもしれません。北朝霞駅で唯一の改札を抜け、一旦西口へ向かいます。高架橋のすぐ横に道路があり、乗用車が時々通るだけ。バスやタクシーの姿はありません。一方改札を出て左に曲がった先、東口の様子がこちら。改札を出入りする人々のほとんどが東口を利用し、出口の格の違いは見た目だけでわかります。そしてここから50メートルほど先に、東上線朝霞台駅の北口があります。駅舎は微妙に離れているものの、ルート上には屋根があり、雨に濡れずに乗り換えられます。東上線の駅に入る前に、この2駅の歴史と関係性をおさらいです。先に開業していたのは東上線の方。1914年、大正3年の開業です。一方武蔵野線の開業は、1973年4月。もともとあった東上線の駅と接続させるため、武蔵野線の駅が後から開業したわけではありません。武蔵野線の駅は路線開業時からありましたが、東上線の駅の開業は74年6月。武蔵野線の開業から1年余り後で、当時は普通と準急のみの停車でした。
準急はこの駅のあたりでは各駅に止まるので、それほど重要視されていなかったことがわかります。当時この周辺はまだ田んぼも目立つ場所で、乗り換え需要はあったものの、速達列車を止めるのは抵抗があったのかもしれません。駅の東側の川のあたりは原則として建物を建てられないことから、今でものどかな景色が残りますが、両線の乗り換え拠点となったこの場所は、開業後発展を続けます。現在、武蔵野線北朝霞駅の乗降客数は、1日平均でおよそ11万6千人。武蔵野線内では3番目で、埼玉県内でも5番目につけています。開業時の想定では2200人ほどのため、60倍余りに増えています。ただしホーム幅はそれほど広くなく、慢性的な混雑につながっていました。特に、2駅隣の武蔵浦和で埼京線に乗り換える人が、序盤で進んでいたホーム西側のエスカレーターの先に集まり、乗車待ちの列がエスカレーター前に溜まって危険な状態でした。ホームを広げるには用地取得が難しく、JR では上下線の発車時刻をずらす配慮をしていましたが、12年には朝ラッシュに乗客が貨物列車に接触し、死亡する事故が起きました。その後間もなく、ホームを延伸して上下線の停止位置をずらす施策が決まり、13年に着工、14年12月に供用が始まりました。この施策にはおよそ2億円の費用が投じられ、府中本町方面行き列車の停止位置が40メートル後ろに移され、逆方面の列車の乗車待ちと干渉しなくなり、安全性が向上しています。一方、東上線の朝霞台駅も発展していきます。武蔵野線との乗り換え駅という性質上、国鉄 JR とのやり取りが多かったこの駅、95年には、駅長が隣の朝霞駅から移され、両駅を管理するようになります。98年3月には急行停車駅になり、13年3月には新設された快速の停車駅に、19年3月には新設された川越特急の停車駅になりました。23年3月には快速が廃止された一方、快速急行の停車駅が隣の四季駅から移され、有料座席指定列車である TJ ライナー以外の全列車が止まるようになりました。朝霞台の乗降客数は1日平均で13万人。東上線では池袋と和光市に次ぐ3番目ですが、和光市は東京メトロとの直通客数を乗降客数に含むため、実質的には朝霞台が2番目です。こちらにも駅舎入り口に階段があるものの、こちらの方が段差が大きく、エスカレーターもあります。ここが北口で、南口の様子がこちら。段差があるのはこちらも同じです。なお、南側にもロータリーがあるものの、北側より小さく、地下駐輪場の換気口が存在感高めです。改札の様子がこちら。東上線の改札はここだけで、12台の改札機が横一線に並ぶ、壮観な光景です。足元にある、武蔵野線北朝霞駅への案内シールを眺めながら、改札内へと入ります。細かなタイルが敷き詰められた、年季の感じられる床面。映像では分かりにくいですが、ところどころ盛り上がっているところもあります。3月に相鉄東急直通線が開業し、直通ネットワークが拡大した東上線。あの3本は、すべて異なる系統の列車です。改札の近くにあるのは階段だけですが、この奥には上下方向のエスカレーターもあります。エスカレーター自体はセンサー式ですが、1日13万人が利用するこの駅、止まっている時間は限られそうですね。左側には種別や経路の案内が張り出され、右側には北朝霞駅への乗り換え案内があります。朝霞台を含む区間は、開業から13年ほどの87年に複々線になり、上下線とも線路が2つずつあります。当時から複々線化を見越していた駅舎は開業時から建て替えられておらず、ホームの改修も部分的なものにとどまっています。複々線では、池袋行きの速達列車が外側、地下鉄直通と普通列車が内側を使っており、種別や行き先できれいに分かれているわけではありません。この番線案内を見ると、東上線を取り巻くネットワークの大きさがわかります。1時間あたり15本ある列車は種別の行き先も多様で、乗り間違いには注意が必要です。なお、この日は一部の列車が遅れており、列車同士の接続が見られましたが、日中の通常ダイヤでは接続が組まれておらず、和光市駅などでの接続が多いようです。そしてこの駅、ホーム全体が掘割りになっていますが、掘り込みはそれほど深くありません。そのため橋上駅舎が周囲の地面より高くなってしまい、北口南口の両方に階段があるというわけです。池袋寄りでは線路の上を陸橋が横切っており、
ホームの屋根とは少ししか離れていないなど、窮屈な構造です。駅の東側では土手になっており、もう少し線路を下げられた気もしますが、全体を掘り込むのには費用もかかるので、そうはいかなかったようです。ホームの下り方へと進みます。この線路は下り方に向かって上り坂になっており、駅舎のあたりでは両脇の地面との高低差がさらに縮まります。ここから見ると、駅舎の横にくっつく階段部分が少しだけ見えますね。そして、13万人が利用する駅でありながらホーム幅はそれほど広くなく、階段などの真横では立ち止まり禁止のステッカーもあります。武蔵野線と同じく、当初はそれほど乗降客もいないと見込まれていたのかもしれません。左右を壁に挟まれている家、この辺りは駅舎の下なので、光が差さない場所です。そしてこの駅には、ホームドアがありません。東上線ではすでに5駅で整備が完了し、今年度中に3駅で整備される予定ですが、この駅では着工予定も未定です。ホームが混雑することもあるだけに、早めに設置してほしいところですね。また、この駅には待合室もないなど、設備には改善の余地もありそうです。そして奥の階段の先で、このような掲示を発見です。似たようなものは下りホームの池袋寄りにもあり、以前別の動画で取り上げた大山駅もそうですが、この種のものがあるのは、東上線各駅に共通なのでしょうか。さらに先へと進みます。駅舎の下で影になるのと、ごつい柱のおかげで薄暗いですが、ここからは池袋寄りと同じような屋根になり、柱も細くなって圧迫感が減ります。ただし武蔵野線の高架橋の柱がホームに居座り、特に下りホーム側は改修工事中のため、ホーム幅が極端に狭くなっています。そしてこの駅、東上線で8両編成が乗り入れる駅の中で、停止位置が前寄せになっている唯一の駅で、女性専用車の位置も、10両のピンクと8両の緑が併用されています。後ろ寄りには武蔵野線の巨大柱があり、エスカレーターからも遠いので、前に寄せているのでしょうか。ホームの端に到着です。北朝霞駅と同じく、ホーム幅は全体を通じてほぼ一定です。武蔵野線と東上線の乗り換え駅として開業した後、周辺では徐々に開発が進み、今では両線有数の巨大駅に成長した北朝霞朝霞台の両駅。ホームの狭さゆえに苦労する部分が多いですが、これまでのカットからわかる大きな課題に皆さんはお気づきでしょうか。それがあるのが朝霞台駅の方。駅舎に入ってからのカットとホーム上のカット。そう、この駅にはエレベーターがないのです。2006年、平成18年には、高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法が施行され、東上線各駅でもエレベーターの設置が進む中、この駅にはエレベーターがありません。他にエレベーターがないのは、ホームに直接入れる東武練馬と下赤塚、玉淀、そして乗降客数が700人台と少ない8型駅だけ。そして駅構内だけでなく、北口南口の段差のところにも、同じくエレベーターがありません。令和5年の今、13万人が利用するこの駅にエレベーターがないのには、もちろん事情があります。朝霞台駅の駅舎は、1974年の開業時に建てられたもので、設備は継ぎ足されながら拡大してきたものです。今ある設備のうち、北口南口のエスカレーターが設置されたのは2004年頃と、それほど昔のことではありません。改札から一番離れたエスカレーターも後から設置されたもので、当初はその手前で駅舎は終わっていました。反対側も同じです。上から見ると駅舎を後から継ぎ足したのがよくわかり、継ぎ足した場所には金属の板が渡されているところもあります。天井の透明パネルは、煙が広がるのを避けるため、増築した場所との境目につけたようです。そして大元の駅舎は、火災に強い耐火構造ではありません。一方、朝霞台駅の周辺は、91年に防火地域になりました。これは、建物が密集している地域や幹線道路沿いなどで、火災を広げないための厳しい建築制限がある地域で、建物の規模に応じて構造や資材が規制されます。耐火構造でない今の状態は違法ではありませんが、エレベーター設置のような大規模改修をする場合、駅舎全体を耐火構造に改修する必要があります。ただでさえ橋上駅舎のために難易度が高く、多数の利用客を抱える駅舎の改修は時間もコストもかかり、現状でのエレベーター設置は困難でした。そのため車椅子などで利用するときは、エスカレーターを止めて車椅子を乗せる必要があり、不便な状態が続いていました。
こうした中、駅舎の改修を一旦保留した上で、エレベーターを道路施設の一部として設置する案が浮上。駅舎を大改修するよりコストを節約でき、工期も短縮できるため、去年6月に朝霞市と東武鉄道の間で覚書が締結されました。覚書は、エレベーターの整備を進めるにあたり基本的な考え方を確認するもので、両者の間で協議が行われてきました。そして今年4月に東武鉄道が発表した2023年度の鉄道事業設備投資計画によれば、今年度に工事着手予定となっています。年季の入った駅舎は当分そのままですが、エレベーターの設置によって、駅の利便性は飛躍的に向上します。ご視聴ありがとうございました。